ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。今日ですね、皆さんに紹介するパンは枝豆チーズパンになります。この枝豆チーズパン、非常にオーソドックスな惣菜パンですので、作ったことや食べられたことがある方もね、多いと思います。ですが、このレシピはこねない、そして低温長時間発酵という簡単な製法になっております。ですのでね、皆さんもぜひ工程を見ていただいて作ってほしいなと思います。ではね、まずこちらの工程の動画をご覧ください。どうぞ。I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you're all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. For you, what is best for you. Yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's
It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, I keep repeating the same mistakes. I did them all before. In every shade, there's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter what may. I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day. Tomorrow, oh, oh, oh. Oh, oh, oh.ではね、早速いつもながらですね、焼きたてをいただいていこうと思います。いただきます。おいしい。はい、いかがだったでしょうか。工程はね、先ほどお伝えした通り非常に簡単な作り方だったと思います。冷蔵庫で長時間発酵させるだけで生地ができます。そしてそれを翌日分割して成形して焼くだけになります。そしてこのパンの特徴は強力粉を使っております。ですので非常にソフトな食感に仕上げておりますし、その中にチーズ、そして枝豆を入れてますので非常にマイルドな味わいになっております。それプラス最後の仕上げにですね、釜入れ前にオリーブオイルを塗っております。それによってクラストがしっとりします。そうすると中の水分が飛びにくくなりますので、生地の中に残る水分量も多くなります。ですのでクラムはしっとり、そしてクラストはしっとりもっちりですが、オリーブオイルを抜いて焼いてますので、そこはね少し揚げ焼きみたいになっております。ですのでパリッとした食感があります。ぜひねその食感を楽しんでほしいなと思います。ではね、早速焼けたパンを見ていきたいと思います。焼けたパンがこちらになりますね。先ほどもお伝えした通りオリーブオイルを塗って焼いてますので、クラストは非常にしっとりしてます。ですがこれによって中に水分がとどめられてますのでしっとりしてますね。ではね、断面を見ていきましょう。わかりますか？今の割った感じ、この割った感じで中がすごいしっとりもっちりしているのがわかると思います。では早速いただきたいと思います。いただきます。やっぱり美味しいです。この上に塗ってるねオリーブオイル、そしてブラックペッパーがね非常に効いてます。これがあるかないかやったらやっぱ全然違うと思うんですよね。ごちそうさまでした。非常に美味しかったです。この惣菜パンですね、非常に簡単なレシピでよくある惣菜パンなんですけども、しっかりと考えてレシピを作っております。ですので皆様もぜひ一度ね作ってほしいなと思います。そしてこの惣菜パンはですね、老若男女皆様ですね絶対好きだと思いますので、ぜひご家庭で作っていただいてお子様とそしてご家族とね召し上がっていただきたいと思います。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画がよろしければグッドボタン、そしてねチャンネル登録を本当によろしくお願いいたします。そしていつもコメントくださっている方、そしてインスタグラムとツイッターをですねフォローしていただいている方、本当にありがとうございます。それが非常に励みになりますので、これからもよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいませ。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。